にちは。 YouTube 鍼灸院です。皆さんは自分自身の体質を把握していますか？西洋医学では個人の体質に関係なく症状や病気によって診断・治療をしていきますが、東洋医学ではその人の体質を見てその人に合った治療をしていきます。今回は東洋医学における体質についてお伝えしていきます。このチャンネルでは東洋医学や鍼灸についての情報をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。東洋医学では大まかに9種類の体質があります。健康でバランスの良い平和体質、気が足りなくなっている気虚体質、血が不足している血虚体質、熱が不足している陽虚体質、体を潤す心液が不足している陰虚体質、臓腑の働きが旺盛で熱化する陽性体質、体内に水が停留しやすい単質体質、気の巡りが滞っている気鬱体質、血流が滞りやすい血瘀体質。このように体質は大まかに9種類に分かれます。ただ人の体はそう単純なものではないので、ほとんどの人はいくつかの体質が同時に現れる混合体質ではないかと思います。自分の体質を知るためにもまずは基本の体質を知っておくことが大切なので、健康的でバランスの取れている平和体質を除いた8つの体質について詳しく見ていきたいと思います。今回は気虚体質について見ていきましょう。気虚体質の特徴。気虚体質になるとどのような症状が出るのかチェックしてみましょう。息切れがある、疲れやすい、声が小さい、気力がない、風邪をひきやすい、汗をかきやすい、倦怠感がある、めまいや立ちくらみがある、敏感肌で刺激に弱い、食欲がない、多く食べられない、下痢や軟便が多い、あざができやすい、傷が治りづらい、手足が冷える、体温が低め。該当数が多いほど気虚体質の傾向が強いと言えます。ではどうして気虚体質になるのでしょうか。まずはそもそも気虚とはどういうことなのか見ていきましょう。気虚とは気の生成不足や消耗過多、気の機能減退などの病的な状態のことを言います。つまり気を十分に作れない、気を使いすぎている、気の働きが悪い状態のことです。では一体気とは何なのでしょう。気とは人体を構成し人体の生命活動を維持する最も基本的な物質のことです。つまり気が人体を作り生命活動を維持しているということなので、逆を言えば気がなくなると人は生きてはいられないということになります。では気にはどのような働きがあるのでしょうか。次は気の働きについて見ていきましょう。気には5つの働きがあります。1つ目は水道作用といって物質を動かす力のことで、人体の成長や発育、臓腑や経絡の生理活動、血液や心液の生成や運行に関係しています。ですから水道作用に問題があると成長や発育が遅れたり、臓腑や経絡の生理機能が減弱したり、血液や心液の生成不足や循環障害が起こります。2つ目は温駆作用といって体を温める働きのことで、体温や五臓六腑の働きの維持や血液や心液の温度を維持して正常に運行させる作用です。温駆作用に問題があると体が冷えたり、臓腑経絡の働きが弱ったり、血行不良やリンパ液の流れが悪くなったりします。3つ目は防御作用といって全身の皮膚を保護して害邪の侵入を防ぐ作用です。防御作用に問題があると風邪をひきやすくなったり、しびれなどの症状を引き起こします。4つ目は枯摂作用といって血液や心液などの体液が体外に漏出するのを防ぐ作用です。枯摂作用に問題があると出血しやすくなったり、多汗、頻尿、下痢などを引き起こします。5つ目は気化作用といって気の運動によって起こるさまざまな変化のことで、気から血へ、血から精へなど気、血、心液、
性の間の添加のことです。気化作用に問題があると、飲食物がうまく消化されなかったり、汗や尿、排泄物がうまく生成されなかったりします。気虚になると、これらの気の働きが弱まることが想像できますね。では、どうして気虚体質になるのでしょう。次はその原因について見ていきましょう。気虚になる原因として、次のようなことが考えられます。先天的に気が不足している、飲食物の摂取が不足し、後天の気を補充できない、心身の過労、傍児の不摂生、大病や長期間の病気などがあります。赤ちゃんは生まれてくるときに、両親から生命の本源となる物質を受け継いできます。それを先天の精気と言います。先天の精気は、人に蓄えられていて、発育、成熟、生殖と関係しています。また、先天の精気は減ることはあっても、増えることはありません。ですから、もともと先天の精気が少なかったり、無駄に使いすぎると、気虚になったり、なりやすくなると言えます。でも、先天の精気が少なくても、それを補っているのが後天の精気です。後天の精気とは、飲食物から得られるもので、非抽象で作られます。後天の精気は、人体で活動する、営気、液、総気、心液、血の元となるものです。そして、後天の精気は、先天の精気を補給して生命活動を支える基盤として働きます。しかし、脾が弱くて飲食物からの栄養を摂取できないと、気、血、心液の生成が不足し、気虚になってしまいます。過度の労働やストレスなどによって、心身が疲労していると、臓器の機能を弱めたり、気血心液の流れを悪くして、気を消耗させたり、気の生成がうまくできなくなり、気虚となります。傍児とは性生活のことで、傍児の不摂生は、生殖と関係のある先天の精気を消耗させ、気虚を引き起こす原因となります。大病や長期間の病気も、気を消耗させるので、気虚になります。気虚対策。それでは、気虚体質の人はどうしたらよいのでしょうか。次は気虚対策について見ていきましょう。無理をしない。まず言えるのは、気を使いすぎないことが大切なので、無理をしない、働きすぎない、考えすぎない、傍児の不摂生をしないことです。そして、リラックスする時間を作ったり、しっかり寝ること。そうすることで、先天の精気を無駄に使わずに済み、後天の精気もきちんと作られていきます。よく体を動かしてよく寝る。ただ、無理をしないことが大切だからといって、運動をするなということではありません。気虚の人は、適度に運動することも大切です。体に多少の疲れを感じさせて、しっかり睡眠をとります。疲れた後にしっかり休む。これが大事です。ただ、汗をかくような激しい運動はせず、太極拳やストレッチ、気功やヨガなどをおすすめします。深呼吸。気虚の人は深呼吸をすることも大事です。深呼吸することによって、自然界の精気が肺に取り込まれ、飲食物から得た水穀の気と、肺を経て吸収された精気によって、総気という気が作られ、胸中に集められます。総気は声や呼吸の強弱など、肺の呼吸機能と関係していたり、気血の運行や心臓の拍動の強弱と規律、体の感温、運動、視聴覚に影響を与えます。ですから、総気を作るために深呼吸が大事になります。ここで、丹田呼吸法をご紹介します。丹田の丹は、調整のための薬、または生命エネルギーのことで、田は、それを耕す場所という意味です。そして、丹田には、脳の中にある上丹田、胸にある中丹田、へその下にある下丹田があります。丹田呼吸法では、下丹田に意識を集中させます。下丹田は人脈の還元穴付近にあり、
おへそから親指を除いた指4本分下のところです。丹田を意識することで精神が安定し、内臓機能も活発になり、姿勢も良くなっていくなどと言われています。それでは丹田呼吸法の方法です。立ったままでも、正座をしても、あぐらでも構いません。大切なのは、上半身の力を抜いて、下半身をどっしりと構えることです。そして、左手の指を揃えて真横にして、親指がおへそを隠すように当てます。次に、左手の小指の下に右手を当てていきます。そこが下丹田です。右手に左手を重ねます。そこに意識を集中させます。顎を引いて、背筋を伸ばして、肩の力は抜きます。鼻から息を吐きながら、上体を前に倒していきます。ゆっくり息を吐き出して、キュッと肛門を締めます。そして、一気に肛門を緩め、息を吸いながら、上体をゆっくり戻します。これを最低でも10回は繰り返します。丹田呼吸で大事なことは、息を吐くことに集中して、吸う息は自然に任せることです。そして、鼻から吐いて、鼻から吸ってください。これを毎日続けることで、体に気が満ちていきます。ぜひ、試してみてください。空腹を感じたら食べる。胃腸が弱い人は、後天の精気を十分に作ることができません。そのような人は、空腹を感じた時に、食べるようにしましょう。そして、食べ過ぎないことと、消化に良いものを食べるよう心がけましょう。脂っこいもの、強い刺激のものは控えましょう。体を温める。気虚になると体を温める力が弱くなってしまいます。ですから、薄着や過度な冷房もやめて、体が冷えないよう気をつけましょう。また、冷たい飲食物だけでなく、刺身や生野菜、果物なども体を冷やすので注意です。生薬や食材には、体を冷やす、体を温めるといった作用があり、それを寒性、涼性、平性、温性、熱性の5つに分類しています。ですから、気虚体質の人は、できるだけ温性、熱性、平性のものを食べるようにしましょう。例えば、飲み物だったら、寒性のビールよりは、温性の日本酒を、涼性の緑茶よりは、温性の紅茶をおすすめします。気の多い食べ物を食べる。気を得るには、気の多い食べ物を食べることが大切です。物質には気の力があって、それを気の値として数値化した森下圭一という医師がいます。森下医師の研究によれば、塩の気の値は、自然塩は 94%、生成塩は 20.5%、砂糖では、沖縄の黒砂糖は 89.5%、白砂糖は 20%、お米では、玄米、有機米は 95%、有機白米は 79%、普通の白米は 41% です。野菜は70から 80%、海藻は 90%、魚は60から 70%、キノコ類は 82%、肉類は鶏肉が 35.8%、豚肉は 25.5%、牛肉は 24.6% です。精製されたものや肉類は気の値が低いことが分かりましたね。なるべくなら気の値の高い食べ物を食べて気を増やしていきましょう。ただ、気をつけたいのは、気の値が高い食材でも、現代の日本では農薬がたくさん使われています。なるべくなら、自然栽培などの農薬が使われていないものを食べるようにしてください。気を高めるツボ。還元。先ほど、丹田呼吸の時にも出てきた還元です。還は関所、重要な場所。元は元気を指します。この経血は、下丹田の位置にあり、気が生まれる重要な場所なので、還元と呼ばれます。この経血は、腎の陽気を補う作用があります。また、還元の下には小腸、膀胱、子宮などがあり、
生殖器系や泌尿器系、小腸の病にも効果があります。気海。気海はへそと還元の真ん中にあります。気は先天の気を、海は広く集まるところを指しています。気海は臓器が疲弊したり、元気が不足したりなど、各種奇病に対応するので、気海と呼ばれています。気海は元気を補う作用があります。中間。胸骨帯下端にある中庭と、へそにある心血の真ん中にあるのが中間です。中間は胃の母穴で、胃の気が多く集まっているところでもあり、腑営といって、五臓六腑の六腑の気が集まるところでもあります。前述した通り、後天の精気は脾が正常に働くことで作られるので、中間を刺激することは、気を高めることにつながりますね。襠虫。襠虫は全正中線上で、第四肋間と同じ高さにあります。上気海とも呼ばれており、早気の集まるところで、気液血でもあります。襠虫は気の病を治す陽血です。体炎。体炎は手首の動脈拍動部上に取ります。体炎は肺系の原血で脈液血でもあり、脈気が集まっているところです。肺は気を司っているところです。体炎は肺の気を高めるので、肺の機能を強める作用があります。合谷。合谷は第二中手骨の中点にあります。合谷は大腸系の原血で、肺と大腸は表裏関係にあり、肺気を補う作用があります。ですから、気虚による病変を治療するときに使います。いかがでしたか？これらのツボを指で軽く押したり、撫でたり、さすったりして、刺激してみてください。次回は結虚体質についてお伝えしていきます。もしよければ、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。